どうも、資格マスター川尾です。今回は、資格試験に向いている MBTI、これを発表していきます。前々回の動画で、英検と TOEIC、それぞれに向いている MBTI タイプ、これを説明してきましたが、今回はより広げて、英語以外の資格においても、資格試験全般ですね。資格試験全般において、どういう MBTI、どういう性格タイプの人が向いているのか、これを考えていきます。MBTI って、どういうことかっていうと、簡単に説明しますと、例えば内向的か外向的か、あるいはその物事の考え方、こういったものを直感か、感覚か、あるいは思考か、感情か、そして、物事を実行するときに計画を立ててやるのか、それとも柔軟に対応するのか、この4つの指標を元にして、人間の、性格を16タイプに分けたものです。で、この16個の性格、それぞれに、得意不得意というのがあるんですけれども、今回はその中でね、資格試験、これに焦点を当てて、どういう MBTI、どういう性格タイプの人が、資格試験全般に向いているのか、これを考えていこうと思います。MBTI っていうのは4つのアルファベットで構成されるんですけれども、その4つそれぞれ見ていきます。まず1文字目、E 外向的か、それとも I 内向的か、この2択があるんですけれども、これに関してはね、あんまり大きな違いは出ません。どちらかというと勉強に向いているか向いていないかというよりも勉強方法が違うと考えてください。I っていうのは内向的なので、どちらかというと一人でコツコツやるタイプ。逆に E っていうのは外向的。つまりみんなで勉強しようっていうタイプなんですね。で、どちらもメリット、デメリットがあるんですけれども、僕としては結構資格試験、多くの資格試験というか、勉強全般ですね。結局のところは、個人戦のところが大きいなと思っているので、若干、内向的の方が有利なんじゃないかと思っています。続きまして2文字目ですね。これは N か S か。どういうことかというと、N っていうのが直感型と言われていまして、どっちかというと夢見がちなタイプ。逆に S っていうのは感覚型って言いまして、どちらかというと現実を見るタイプなんですね。これに関しても有利不利というよりかはどちらかというとそのアプローチが違うということです。どういうことかというと N 型っていうのはやっぱ理想で、自分でいろいろ考えていたり、妄想したりするんですね。だから勉強方法についても自分でゼロから編み出す、こういうのを得意とします。で、逆に S 型っていうのは現実、例えばルールがあって、そのルールに従う。これ、社会人としては当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、悪く言うと、ちょっとルールに盲目的に従う、恐れがあると。だから、勉強方法についても、例えば有名なインフルエンサーとか、有名な、森哲先生とか、そういう人が、森哲先生とか、河野玄斗さんとか、その人がこうやりなさいって言った、そのその勉強方法をそのままやると。すごく着実にやってくれるんですね。で、これ両方ともメリット、デメリットがあります。まず N 型の自分で編み出すというやつね。もちろんね、自分で編み出すから自分自身にフィットした勉強法、これを作り出すっていうメリットはあります。ただ一方で、やっぱりちょっと独りよがりになってしまうというリスクがありますね。逆に S 型っていうのは、もちろん成功した人の勉強法をそのまま真似る。それも変なアレンジをあんまり加えずにやるということで、うまくいけばね、ものすごく成功する。それこそ河野玄斗さんの勉強法を真似たら、河野玄斗さん、つまり東大医学部に入る、そういう可能性も十分あるわけです。ただ一方で、やっぱり人には個性というのがありますので、この東大生がやっている勉強法をただ単に真似たと。真似たというだけで、自分に合っているかどうかはわからない。
自分に合ってるかどうかの精査をあんまりせずにそのまま受け入れてしまうので、自分に合っていない勉強法をそのまま続けてしまうリスクっていうのがあるんですね。だからどちらもN 型、S 型、どっちもメリット、デメリットっていうのはあるんですけれども、どちらかというと、自分にフィットした勉強法を生み出す、効果のある N 型の方がちょっと有利かなと思っています。で、3番目、T か F か。これ普段の生き方とかそんな感じですね。T っていうのは、think、思考です。一方の F っていうのは feeling、感情ですね。やっぱ資格試験っていうのは一部のものを除いてもうほぼ 99.9% これもう思考を使うやつです。ですのでこれも圧倒的に T、思考型の方が有利かなと思っています。で、4番目ですかね、P と J、これは何かって言いますと P っていうのが物事に柔軟に対応するタイプ、一方で J っていうのは計画型ですね。でつまり何か物事をやるにおいて結構柔軟に、悪く言えば行き当たりばったりでやるのか、それとも J を計画通りに計画をあらかじめ作ってそれに基づいてやるか、この違いですね。で、これに関しては圧倒的に J に軍配が上がります。どれだけね頭が良かったり感覚とかセンスがすごかったりしても計画性がなかったら勉強、特に資格試験の勉強って本当にうまくいかないんですよ。で、僕自身は INTP、つまり4文字目が P で、J じゃないんですね。だから、一応結果的には英検1級とか数検1級とか漢検準1級とか受かってますけれども、どれも一発合格じゃないんですね。一方の例えば河野玄斗さんというのは ISTJ、つまり J 型なんですね。で、J 型だからやっぱりすごく計画を立てて、でそれに基づいてちゃんと勉強して、で英検とか数検とかそういったものも一発合格されていると。やはり他のところもあるんだ、他の要素もあるんだけれども、特に J と P、 この違いは大きいかなと思っています。で、これらを踏まえまして、MBTI16 タイプの中で資格勉強に有利な性格タイプ、これトップ3を発表します。まず3位、ENTJ、指揮官ですね。これはね、どっちかというと、自分の優秀さ、これを、披露したいために努力する、そういうタイプです。ホリエモンとかそれに近いんじゃないかなと思っています。だから能力がもともと高いし、かつ努力をすごくするタイプなんですね。こういうタイプはやっぱり資格勉強に向いている、結構一発合格とかもされるタイプだと思っています。で、第2位、ISTJ、管理官ですかね。で、これはあくまで感覚的なことなんですけれども、特にね、2文字目が S ということなので、結構記憶力がいいんですね。で、かつ、若干柔軟性に欠けると思いまして、どっちかというと、例えば司法試験とか、そういったいわゆる文系の試験に非常に強いと。逆にちょっと理系の試験っていうのは、若干1位ではないかなと思いまして2位にしました。じゃあ文系の試験にも理系の試験にも強い第1位は何かっていうと、もうこれは自信を持って言えます。 INTJ、建築家ですね。ノートにね、イブリースさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、この人は東大法学部を出ているんですけれども、この人の分析によりますと、東大生は圧倒的に INTJ らしいです。で、僕自身もね、やっぱそう思います。INT は一人でコツコツやる。で、かつある程度柔軟にやるし、かつ思考型。で、かつ J があるので、計画性があると。これね、もう勉強系に関してははっきり言います。完璧です。もう INTJ の右に出るタイプはいません。もうすべてを兼ね備える。もうすべてを兼ね備えていると言っていいです。ということで、もう3位には、はっきり言って僕の中ではどうでもいいです。圧倒的に1位。これが INTJ、建築家となっています。これが結論です。今回はここまでです。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。バイバイ。